ここでフォーブだがスキップ推奨だぜ。例のあれですね。あ、陽すべくん負けないで。光よ全力でぶった。はい、クリスマスイベント来ましたねとこの手です。トライアルバトル来たから誰でも好きなサバで遊べるなとその手だぜ。みんなのアイドル、ルイナちゃん。ということで今回実装された2機のうちの1人、ブラダマンテの解説をしていきたいと思います。にしてもまた槍なのか。エルキブーや様も、グビジンと槍ばっかり実装してる気もしますね。そうなると比較されそうだね。確かに槍環境だから競合しそうだしな。で実際のところどうなんだ？簡単に言えばフォーブが優秀で他が平均的なサバですね。悪く言えば器用貧乏ですが。マジか。もし、ためになるや面白いと思ったら、チャンネル登録と右下ボタン、よろしくね。まずは、一番最初に目玉のフォーブについて、アルテラ型の 2.0 秒の狭い直線型全体攻撃フォーブです。全体で 2.0 秒は早いな。なので割と当てやすく強いフォーブですし、打ち漏らしたとしても確率で負担があるので、そこからとどめもいける感じが偉いですね。このフォーブがブラダマンテの強さの軸になりそうだね。まあ、フォーブの構え直しにチャージタイムが発生してフォーブが逆数気味ですが、それでも割と使えそうな感じはしました。乱戦中でも隙をついて打てたりしたもんな。フォーブは一発当てれば撃破して戦況を変えれるものなので、フォーブ回せれば活躍できる感じではありますね。問題は他の性能がどうかって感じだな。ということでまずはスキルから見ていきましょう。1スキはクイックとアークの性能アップ30秒です。倍率は 30% でそこそことなっているぜ。スキル的にはクイックとアーク両方に恩恵があるため腐りにくいスキルですね。ブラダマンテは、クイック2枚アーク2枚のカード構成だから、バッテ的にはどちらもいけるね。あとはモーション次第ってわけか。お次に2スキ。自身にガッツ1回30秒&防御アップ30秒です。ガッツは3000回復で防御アップは 30% でそこそこあるな。自身の防御を上げてガッツという保険がある防御的なスキルですね。ブラダマンテが HP よりなステータスだから耐久がいけそうな感じだな。ネバってオーブとかも捨ててそうだね。そして3スキ。単体の NP を増やす&弱体解除です。味方 20% の NP と弱体解除を配れるってわけか。まあ、大体は自分専用ですけどね。ここでフォーブだがスキップ推奨だぜ。例のあれですね。あ、陽すべくん負けないで。光よ全力でぶった。今何か言えた気が。心の目で見ただけだから実質問題なしですよ謎理論。念のため陽すべくん負けないようについなちゃんで隠しました。大丈夫だとは思うがな。何の話してたっけ？話は戻って選択性のスキルというのが微妙という話。確かに見て、選ぶという工程が入るからな。まあ、明らかに味方がスタン狙われてる場合は、役に立つかもだけどね。スキル全体で見ると、火力スキルはクイックとアーツのカードバフで、耐久面はガッツと防御バフ、NP 周りのスキルと弱体解除がある感じですね。カードバフと NP 獲得でフォーブの回転率は悪くはなさそうだな。優秀なフォーブが回しやすくなるのでそこはいいところですね。とバランス良いスキル構成となってるわけですが、あのバランスのいい山本が、脇ネタやねー。逆に言えば尖っているところがないのでこの火力インフレ環境の中にやや厳しい感じですね。しょうがないですね。特に火力面はカードバフ 30% のみなので、せめてクリティカル逆が欲しかったところ。そうするとサポスキやレイソーで補ったりする感じか。まあ、今の火力インフレがやばいだけですけどね。火力全くない感じではないな。ですが同じランサーで比較すると、タマモ様は攻撃バフにクリティカルバフ、防御でバフがありますし、グリジンはクリティカル 50% 周りに負けてクイックバフもあると、火力面で採用しようとすると厳しいところではあるな。では耐久サバとして比べてみると、対抗馬としてはエレキガルが無敵や確率弱体無効で周りに防御バフと負けますし、グリジンは火力面で優れていてかつ、長い秒数のガッツで5000も回復します。他のランサーが強すぎるね。一つ一つは腐らないいいスキルなのですが、他のランサーが強すぎて採用するハードルがかなり上がっているのが現状です。やはり尖ったスキルが必要か。そしてお次にモーションについてですが、全体的に若干もっさりしてるモーションでリーチもそこまでない感じですが、使い込めばやれなくはない感じですね。使えば強いわけではないんだな。細かく見ていくと、クイック1は素早い突進でリーチはそこまでといった感じ。タイマンでは普通に使えそうだな。出し切りが早いので結構使う気がします。
そしてクイックには若干モーションが長い感じです。そこまでひどくはないがな。個人的にはクイック中心にコマンドを選んでいくことになりそうです。そしてアーツ1。多分クイックよりリーチ長い気がするので初手安定だと思いきや、攻撃の出し切りが遅いため場合によってはクイックと使い分ける感じですね。噛みつき目的ならアーツ、詰めれてる時などの怠慢時はクイックって感じだな。そしてこのアーツですがたまに回避したりするため、2枚目や3枚目などに置くのも割とありな気がしますね。色々使い道がありそうだな。続いてアーツ2ですが赤ネロのアーツを放出とさせる攻撃です。そしてバスターなのですが、かなり攻撃のためがあるため使うのは推奨ですかね。使うとしてもディレイかけてバスターを使うぐらいだな。とモーション全体としてはアーツがたまに回避したりしますが、若干もっさりしたところもあり人を選ぶ感じですね。アーツとクイック場合によって使い分ける感じか。スリルにクイックとアーツのバフあるからいいね。噛みつきはアーツ、怠慢時はクイックと初手を使い分けて、火力に寄せるか防具に特化させる感じかによって変わりますね。コマンド選びとしては噛みつき自衛99を基本として、そこから怠慢に移行して999や 9A9 などを選ぶ感じです。アーツはそこまで振らなくても NP 溜まると感じたぜ。個人的にはクイック中心でアーツを差し込む感じがおすすめですね。クイックは出し切りが早いからな。と言っても戦闘面は落ちるもののアーツに寄せても防具特化もありかもですね。ただ、モーションがゆっくり気味なので弾もサマーみたいに、戦闘面ではクイックの方がいいけど防具含めた、総合的な強さが高い場合はありかもしれないな。もうちょっとコンパクトだったらクイックとアーツ両方いけると言えるのですがね。今の状況だと判断しにくいね。アーツがいけるかどうかは時間を置かないとわからない気がします。なのでバフもクイックとアーツ両方あることやカード構成が 99AD というところから、どちらにでも寄せれるのがブラダマンチを使うメリットとしたいところですが、そこは時間を置かないと判断はできないな。まあ、突出したところはないが柔軟性がありそうなところから2番手に置くと便利そうだな。あとはキャラパワーが課題ですがそこは今後の修正待ちといったところですね。モーションもっと強くしてくれると嬉しいね。クイックのリーチもですがアーツをコンパクトにしてほしいところです。足の速さは純最速あたりはありそうな気もするので、逃げて粘って防具と相性がいい気もします。今のところのおすすめカード構成としては、クイック5から7枚、アーツ5から7枚、バスター3枚ってところですかね。クイック7枚にしてもアーツ5枚は確保できるところが 99AD の偉いところだな。今のところはクイックに寄せて火力レースをつける感じが良さげです。そこら辺は時間向いたら、また変わるかもだけどね。おすすめレーソーとしては安定性が欲しければ最近回避解除されなくなった日だまりレーソー。火力に寄せたいけどクイックとアーツ両方使う場合は援護射撃。また、ついでに防具回転率も上げるサマーリトルなどもありかもですね。クイックに特化させたい場合は NP 漏れて火力出せる超安冷凍。アーツに寄せる場合は火力と NP 漏れるニュービギニングとかおすすめだな。いかがでしょうか。ということで総評としては、やはり 2.0 秒防具と 99AD のコマンドカードがブラダマンテの優れたところでしょうか。逆に足りない点は、スキルモーションが最近のサバにしては控えめなところでランサー自体激戦区なところだな。防具以外突出したところがないですが、弱いわけではないと思いますね。相対的に見ると他が優秀すぎてブラダマンテ採用するメリットが薄い感じだがな。評価としては中の中ぐらいじゃないかなと思います。今の環境では厳しいところもあるがやり込めばカバーできる感じだな。あとは防具でどれだけ暴れられるかによっても変わりますね。うちはいつでも攻めやで。シュッシュッ。まあ、個人的にはスムーズに取れ高 R6 が取れたので割と戦える気がしますね。視点を変えてブラダマンテを使うと決めてる人にとっては、戦えなくはないのでガチャ引いてもいいかもな。強いサバなら使いたいという方は工場サバで後から追加されるため、様子見してもいいのではないかなと思います。というわけで一通り解説は終わったため、ここから実況に入っていこうと思います。まずは水着全部の無敵剥がしてからなぎこさんみたいな。なぎこさんは弱体解除耐性冷凍でしたから強化解除できませんからね。やはりなぎこさんは火力出ますが、味方が相手を落として、まずい有利だね。ブラダマンテは超火力出せるわけではありませんから倒すのには時間かかりますね。さて、枚数有利なので詰めていきたいところ。攻撃したからここではむやみに回避せず鬼方にお任せだな。と、1陣目は制しましたね。だが HP は若干消耗してるから注意しとかないとな。リスポーン1は向こう側のため3対3で戦う感じですね。ここでサポ強化解除来たため、前に出てきた相手のバフを解除したいところ。お、グレイが先頭だな。そう思ったら、鬼方が強化解除してたね。ならばジャックの回避を解除して、鬼方がやられそうなのでカットしてきますか。ここで茨城が起きるが、その隙に味方が防具決めましたね。というものの鬼方ミリですし、その後自分が固められて聖杯取られるのは避けたい展開なので逃げますね。そんな
にしても体力ありと残ってるな。地味に防御バフが効いてるのと HP が達成タスなので耐久ありますからね。とここで MP 途中のでカットして、ジャックが止まらなかったために試されてちょっとまずい展開に。大丈夫や。問題ない。まだガッツがあるので大丈夫です。にしてもこれやられたら正解取られるんですが。全初心まずい展開じゃん。と思ったら味方ジャックの回復がありがてえありがてえ。お、ここで混沌はでかいな。ソフトタイムこっちや。ボス。光よ、ラケット内で全力で参ります。ブークリエでアトラント。でも攻め攻めやで。ここでガードを上からは倒せませんか。激発で王子だな。というわけで次で決めたいところ。にしてもトライアルバトルだとフルフェイタルでブラダマンって使えるが、なかなかいい HP してるな。工場サバなので時間経てばお値段安くなりそう感はあるので、早く工場にならないかなと思いますね。エルキブーも光だな。話は変わりますが最近3番手エルキブーが良さげな気がして、フェイタル安くなったら集めようかなと思ったりしてますね。里回避解除が大抵冷凍貫通するし自分に回避つくからな。EX アタックもサーチなのが優秀でたまに引っかかったりしてくれるのは偉いですね。まあ、日だまり解除できなくなったから通りにくくはなっているがな。とここで試合終了。対戦、ありがとうございました。やったやったや。さて、今回はここまで。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。もしチャンネル登録してくれると、ドレイク、イゾウさん、アストライアを中心に動画を上げていくので、見つけやすくなるぜ。チャンネル登録者1000人目指してるから、チャンネル登録してね。高評価もお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。